皆さん、こんにちは。サイバーコネクト2ゲームクリエイターセミナー2023アーティスト編を始めさせていただきます。今回は、エフェクトアーティストを目指すにはというタイトルでお話をしていきます。よろしくお願いいたします。始めるにあたり、まずは自己紹介をさせていただきます。株式会社サイバーコネクト2でエフェクトアーティストをしています。斉藤俊太と申します。これまで、ドラゴンボール Z カカロット DLC 第5弾や、アルティメットストームコネクションズの開発を担当していきました。着歴になります。4年生のゲーム系専門学校で CG を学び、新卒としてサイバーコネクト2に入社いたしました。現在は入社して3年目です。本日はよろしくお願いいたします。はじめに、サイバーコネクト2が募集しているアーティストにどのような職種があるのかを見ていきましょう。職種の呼び方は企業により若干異なることがございますが、サイバーコネクト2のアーティスト職は全8種あり、全職募集を行っています。それぞれの職種の役割を理解して、自分のやりたいことに合った職種を見つけてみてください。今回は私が担当しているビジュアルエフェクツアーティストについてお話をさせていただきます。ビジュアルエフェクツアーティストのプログラムはこのような内容でお話をさせていただきます。今回はエフェクトに興味があるが、まだ作成をしたことがない方や、少しだけエフェクトを作成したことがあるといった初心者の方を対象にしたお話になります。まずは、エフェクトとは何か、ゲーム内でどのような役割があるか、皆さんご存知でしょうか？エフェクトとは、爆発、炎、煙、雷など、自然現象や現実にはない表現を再現して、ゲーム画面をより華やかに、そしてゲームを盛り上げる演出、視覚効果のことです。こうした演出、視覚効果を入れることにより、ゲーム内で今何が起こっているかをプレイヤーにわかりやすくしたり、攻撃などをした際の爽快感や気持ちよさを演出する役割があります。ではここからバンダイナムコエンターテイメント様により発売されている弊社が開発いたしましたアルティメットストーム4ロードトゥーボルトの動画を用いて説明をしていきます。先ほど現実にはない表現と言いましたが、例えるなら、キャラクターが攻撃した際に生じるヒットエフェクトなどです。ご覧のように、こちらの攻撃が当たった際に、攻撃に応じたヒットエフェクトが出ています。こうしたエフェクトがあることで、自分の攻撃が相手に当たった、または敵に当てられたということがわかりやすくなります。次にこちらの動画のエフェクトに関しては、通常の攻撃とは違うためなどをエフェクトで演出をしています。そうすることで、特別な技という印象をプレイヤーに与えて、この攻撃を食らうのはまずいと思わせ、緊張感と迫力を向上させています。ゲーム内の一番の見せ所である必殺技や大技にかっこいいエフェクトがつくことにより、一気に画面が派手になります。では次に、弊社が開発、販売している戦場の風雅のエフェクト追加されることによって、ゲームがどう変わるのかを比較してみましょう。アニメーションについていたエフェクトをすべて消したものとの比較になります。どちらが遊んでいて楽しいかは一目瞭然だと思います。画面の華やかさや気持ちよさなどがエフェクトがあるのとないのではここまで変わってきます。ゲームの中では、キャラクターや背景などに目が行きがちですが、エフェクトはゲームを盛り上げるためのとても重要な要素の一つです。私自身もそんなエフェクトの魅力に惹かれて、エフェクトアーティストを目指しました。皆さん、いかがでしょうか？エフェクトの魅力が少しは伝わりましたでしょうか？エフェクトは業界的にとても需要のある職種ですが、実はエフェクトアーティストを目指される方の数はモデラーやアニメーターなどに比べて圧倒的に少ないため、どこの企業でも常に人が足りていないとても狙い目の職種です。次のプログラムではエフェクトの始め方、
学び方の解説をしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。エフェクトを作るには、まずはエフェクトが作れるソフトを調べて、使用するソフトを決めていきましょう。今記載しているものは、エフェクトの制作でよく使用されるソフトの一部です。よく学生の方から、エフェクトを作る際、どのソフトから始めればいいですか？就職で有利なソフトはありますか？というような質問を聞かれますが、弊社ではどのソフトで制作していても特に評価が変わることはありません。もちろん、企業によっては求められるソフトもあったり、使われていないソフトもあるかと思いますので、気になる企業がある方は、その企業で求められているソフトを利用するのもいいと思います。たくさんのソフトがあって迷ってしまうという方は、私のおすすめは After Effects です。有料のソフトになるので、気軽に始めたい場合は、Unreal Engine、Blender などの無料で使えるソフトから始めるのもいいと思います。もしどれが良いか迷ったら、一度試してみてください。まずは、興味のあるソフトや、自分が触っていて楽しいと感じるソフトを探し、そこからどうやってエフェクトを作るか考えるといいと思います。楽しければ長く続き、長く続けば表現の幅は次第に広がっていきます。最初は無理をして難しいソフトから触るのではなく、楽しく自分の作りやすいと思った表現が再現できるソフトを使用するのをお勧めします。使用するソフトが決まったら、自分が作りたいエフェクトを決めましょう。最初から難しいエフェクトに挑戦してしまうと、作れなくて挫折してしまうので、初心者の方へのおすすめは、炎系のエフェクトです。正解がわかりにくい、現実にはない表現よりも、現実で実際に見ることができる表現から制作することをお勧めします。作りたいエフェクトが決まったら、イメージを固めていきましょう。例えば、炎のエフェクトでも、リアルなものやアニメっぽいものだったり、焚き火のような炎があれば、剣などが燃えるようなものなど、いろいろなテイストや炎の形がありますので、具体的に自分が作りたいものをイメージしましょう。自分の頭の中だけでイメージをすると、最終的なゴールがわからなくなってしまうので、自分の作りたいイメージに近い演出を具体的にするために情報を集めましょう。エフェクトは特にエンタメ作品から着想を得ることが多いです。ゲーム、2D、3D アニメーションに実写映画、ミュージックビデオやインターネット、テレビに雑誌などから自分が作りたいと思うエフェクトに近いものを集めましょう。これをするだけでもかなりイメージが固まりやすくなります。ここまでできたら準備はバッチリです。実際に作ってみましょう。ただ、闇雲に作ってもかっこいいエフェクトは作れませんので、今回は特別に私が実践しているエフェクト3原則をご紹介いたします。分解、分析、再構築。エフェクトはどのような素材が使われているか分解し分析することが大切です。テクスチャやメッシュ、シェーダーがどのように作られ、組み立てられているのかを考え、再構築していきます。具体的に私が制作した作品で見ていきましょう。左が完成品のものになります。この焚き火は、大まかには右のようなメインとなる炎やサブとなる揺らめく炎、火の粉、煙などの要素で組み立てられています。このようにエフェクトを制作する際は、作りたいイメージからそのエフェクトがどのような素材があれば作成できるかを考える分解、分析から始まります。そして、その素材を実際のソフト上でどのように再構築したらよいかを考えながら作成していきます。テンポ、アニメーションの気持ちよさ、エフェクトはテンポで気持ちよさや印象が大きく変わります。そのため、テンポはとても重要です。右と左は形や拡大サイズは全く同じものですが、動く速度で変化を出しています。左は同じ一定の速度で広がっていますが、右はパンと弾けるような速度で広がっています。このように、テンポを変えてあげるだけで、
エフェクトが出てきた時の気持ちよさが段違いになります。まとまり、全体のバランス。エフェクトは様々な素材を利用して制作していきますので、一つ一つの素材が良くても、まとまりが悪いとクオリティが低く見えてしまいます。これまでお話しした内容を意識して、良い例と悪い例を見てみましょう。まずはじめに、悪い例の動画です。氷の攻撃になります。必要な要素は入っていますが、私は次のような要素が足りないと分析しました。一つ目は、迫力が足りないということです。今の見た目では、氷がニョキニョキ生えてきているような見た目になってしまっており、大技感が失われてしまっています。また、単調で淡々とした印象になってしまっています。二つ目は、いつ出るかがわかりにくく、氷のアニメーションも単調で気持ちよくないという点です。氷が出るまでの間が長すぎるため、いつ出てくるのかがわかりにくく、出てきた氷が地面から飛び出る動きや、砕けた氷もただ下に落ちていくだけのアニメーションになっているため、気持ちのいいアニメーションになっていませんでした。それぞれを記載のように修正しました。迫力がないという点は、出現した際に大きめな破片を追加し、画面を揺らすことにより、迫力を出しました。いつ出るかがわかりにくいという点は、氷が出るまでのテンポを調整しました。アニメーションが気持ちよくない点は、氷が地面から飛び出る際に少しだけメッシュを縦方向に伸ばすことにより、スピード感とメリハリが出るようにしました。氷が砕けて、ただ下に落ちていくだけのアニメーションも、地面にバウンドさせてあげることにより、その物体の動きと現象に説得力が出てきて、見ていて気持ちのいいアニメーションになるようにしました。実際に修正した良い例がこちらです。では、見比べてみましょう。先ほど挙げた点をブラッシュアップして、印象がとても変わったかと思います。ここで遊び心を加えて、凍った後の人体のポーズを変えて、氷の中に捉えられている演出を加えたりしています。このような細かいところにこだわって作るのも楽しいですし、リアリティや説得力を増す要素の一つにもなっています。作品が完成したら、そこで満足せず、いろいろな方に見せて、感想やアドバイスをもらうといいと思います。自分では考えつかなかったアイデアをもらえたり、違う視点の感想をもらえたりすると、刺激されることがたくさんあります。最初は恥ずかしいかもしれませんが、積極的に行動してみることをお勧めします。先生や友達、親などに見てもらうのも良いですが、エフェクトの知識がある方は実際少ないです。私のおすすめは SNS に投稿することです。SNS に自分の作品を投稿することによって、一気に世界が広がり、違う文化の方から感想がもらえたり、時にはプロの方からアドバイスをもらえることがあるので、活用してみるのも手です。作品に対して評価してもらえたり、褒めてもらうと、モチベーションにもつながり、次はもっとすごいものを作ろうと思えるようになります。あとはたくさん作って、たくさん見せて、また作る。これを繰り返していくのみです。どれだけこれを繰り返せるかによって、作品のクオリティはどんどん上がりますので、一つの作品に時間をかけすぎないようにしましょう。次に、就職作品の制作ポイントです。今回は、実際に私がサイバーコネクト2に応募したポートフォリオとデモリールを利用して、それぞれ制作する際のポイントをご紹介していきます。まずは、ポートフォリオを制作する際のポイントから、こちらは他社のインターンシップで制作をしたエフェクト作品になります。私はこちらの作品が一番自信のある完成度の高い作品だったため、最初に持ってきました。最初にクオリティの低いものを入れてしまうと、最後まで見てもらえない可能性もあるため、自信のある作品で見る人の興味を引いて最後まで見てもらえるようにしました。これはデモリール、ポートフォリオ、共通して言えることですが、自分が一番気に入っている、または
完成度が高い作品を最初に持ってくるようにしましょう。二つ目のポイントは、制作にかかった時間を記載する。実際の開発現場では、クオリティを出しつつ、時間との戦いになってきます。そのため、どのくらいの時間で仕上げたのかを記載することで、今の実力が明確にわかるため、制作にかかった時間を記載するようにしておきましょう。次に、自分の作品の見てほしい、こだわった箇所は、きちんと明記してアピールしましょう。頑張ったところや、どのように考え、作成したのかなど、アピールできるところは、どんどん書きましょう。グループ制作などにおいては、自分がどこを担当したのか、明記されていると、見る側にどこを見てほしいのか、伝えることができます。次に、デモリール制作ポイントです。大前提として、エフェクトはデモリールを重要視しています。動きを見て判断することが多いため、ポートフォリオだけですと、その判断ができません。デモリールは必ず準備しましょう。デモリールを制作するポイント、一つ目は、メインのエフェクトをしっかり見てもらえるように、最初に長々と説明やエフェクトのこだわりポイントなどの情報を入れないようにしましょう。その分、ポートフォリオで説明できないような補足情報を入れるようにしましょう。二つ目は、作品は取捨選択して自信のあるものだけを載せることです。デモリールにたくさんの作品を入れたいのはわかりますが、初めて制作した作品や未完成で中途半端な作品などを入れてしまうのはやめましょう。ポートフォリオとデモリールも量があればいいということでは決してありません。いい作品があっても中途半端な作品を載せてしまうことで、こんなクオリティの作品も作ってしまうのか、と評価が下がってしまうことがあります。三つ目は、意味が伝わらないエフェクトは入れない。応募作品の中に、黒背景の上にエフェクトが表示されている作品がありますが、意図的にそのような演出をしているわけではないのなら、何を伝えたいのか、どのように使われるのかがわからないため、やめた方がいいと思います。そのエフェクトは、誰がどのように発生させたものなのか、何のための演出なのか、モーションや背景はアセットなどでもいいので、軽く世界を組み立てて、どのような時に使われる想定で作ったのか、伝わるように制作しましょう。せっかくかっこよく作ったエフェクトも、見る方に伝わらなければ、全く意味がありません。最後は、チュートリアルから変化がない作品は入れない。デモリールを見ている方は、プロのクリエイターです。動画サイトや書籍に掲載されているものをそのまま載せてしまうとすぐにわかります。あくまで技法を学ぶだけにしておき、その技法を自分の作品に取り入れるか考え、オリジナルの作品を載せるようにしましょう。これまでエフェクトの制作方法やポートフォリオの制作方法に関してお話をしてきましたが、エフェクトアーティストを目指す上で一番必要なことがありますのでお伝えいたします。それはコミュニケーション能力です。ゲーム制作はチーム制作です。かっこいいエフェクトがあっても、それだけで完成するゲームはありません。エフェクトを実装するときには、プログラマーに協力してもらいながら実装していきますし、いくらかっこいいエフェクトがあっても、かっこいいキャラモデルやモーションがなければ意味がありません。モーションに実装する際にも、エフェクトはどのように動く想定で作られるのか、そのモーションにはどのようなエフェクトが必要になるのか、他のセクションの方々と毎日相談しながら制作していきます。そのため、相手に自分の考えを伝える力や、相手の意図を汲み取る理解力、問題が起こった時にどう対処すべきか、相談したり、助けを求める際にも、コミュニケーション能力はとても必要になってきます。コミュニケーションに自信がないという方もいると思いますので、私の実体験をもとに、コミュニケーション能力の鍛え方を最後にお伝えしていきます。私は学生時代にグループ制作を通して大人数で相談、協力しながら一つの作品を作る大変さを知りました。実際に学生時代苦労した問題点の報告方法や別職種の方とのやりとりは就職してからも役に立っています。
私は最初、連絡や報告などを文面での連絡でやり取りをしていました。しかし、文章を書くことや返信の待ち時間で時間がかかってしまったり、自分では思っていない内容で伝わってしまい、トラブルに発展してしまうことがありました。そのため、できるだけチャットや文章でやり取りするのではなく、しっかり伝えたい、誤解のない説明をしたいということに関しては、実際に対面で話すように変えました。そうすることで、待ち時間なく相手から返答がもらえ、相手の理解度も上がるようになりました。また、相手の仕草や表情が見えるので、本当に理解しているかなと感じた際は、確認することもできるようになり、コミュニケーション能力が円滑になりました。リモートでもカメラを使用すれば画面越しではありますが、仕草や表情は伝えられるはずです。エフェクトの技術力を上げていくのはもちろんですが、一緒にコミュニケーション能力を鍛えることで合格率がぐんと上がりますので、ぜひ実践してみてください。それではここまでのまとめです。今回はエフェクトについて興味があるが、知識が少なかったり、どのように作っていけばいいかわからない、エフェクトアーティストを目指したい方を対象に説明してきました。順に軽く振り返ってみましょう。何事も長く続けることは大切です。まずは楽しく作品が作れるように自分に合ったソフトを探してみてください。エフェクトの構成を意識しましょう。エフェクトの三原則や起承転結、事象現象の理解を深め、エフェクトを組み立てていきましょう。いきなり全てを意識するのは難しいので、一つずつ覚えていき、最終的に全てを詰め込んでクオリティの高い作品を作りましょう。経験し、分析しましょう。たくさんの人と関わり、いろいろな話を聞いたり、作品を見てもらえるようにしましょう。大切なのはコミュニケーションです。最後に、デモリールは見る側の人を意識しましょう。自分にしか伝わらない表現はないか、見ていて退屈にはならないか、不快な要素を入れてしまっていないかなど、自分だけでなく、周りの人にも確認しながら作りましょう。以上、これまでの内容を軽くまとめて紹介いたしました。少しでもエフェクトに興味がある方は、ぜひチャレンジしてみてください。最後に参考書籍とウェブサイトの紹介をします。井上俊之さんの書籍になります。水編の他にも、炎、爆発、煙編もあります。小沢和則さんのアニメエフェクト原画集です。読んでいるだけでも楽しいので、おすすめです。CG ワールドの特集ページです。様々な情報を見ることができるので、見ておくといいと思います。ゴミステーションです。こちらは作画などについて解説しています。ゲームエフェクトデザイナー、モコさんのブログになります。インターネットで SNS やブログ、動画サイトなどで必要な情報を手に入れる際のワンポイントアドバイスですが、調べ物をする際に日本語で炎、エフェクトと入れて検索するより、ファイヤー、エフェクトと入れて検索した方がヒットしやすいです。チュートリアル動画などにも入れることで、爆発、エフェクト、チュートリアルと入れるより、エクスプロージョン、チュートリアルと入れた方がヒットします。他にも様々な検索テクニックがあるので、探してみてください。最後にお知らせです。ゲームクリエイターを目指す方へおすすめの書籍をサイバーコネクト2オンラインストアにて発売しております。各書籍の詳細は概要欄のサイバーコネクト2オンラインストアのリンクからご確認ください。本セミナーは以上となります。本日の講演を聞いてエフェクトアーティストに興味を持ってくれる方が一人でもいると嬉しいです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。